300, 100 above, 200, minimum, こんばんは、新パイロットきよきよです。さて今回はフライトシム内で長年待ち望まれていた長距離機体ミニビルズ A340-300 を取り上げていきます。かつては ANA が導入計画を立てるほどの4発機時代の象徴であり、その独特の飛行特性からコアなユーザーの期待が集中したこの機体。しかしながらその評価は極めて二極化しています。史上最高のビジュアルを持つ一方で、ブランドの信頼性や致命的な欠陥を指摘する声も上がっています。今日はこの A340 という機体があなたの時間とお金を投じる価値があるのかを確認していきます。まずはこの A340 の外観を確認しつつ、この機体の長所をご紹介していきます。外部モデリング、キャビン、そして旅客型、貨物転換型、そして今後発売される予定の ACJ を含む3種類が提供されるパッケージはとても良いの一言につきます。特に注目すべきはディテールへのこだわりです。APU のアクセスドアやグランドパワーへのパネルなど、フライトチェックをよりリアルにするためのインタラクティブな要素が用意されています。着陸回数によってブレーキやタイヤが劣化したりするシステム連動の摩耗表現もしっかりと組み込まれています。デフォルトでは綺麗な機体ですが、もし使い込まれたディテールがお好みなら、備え付けの EFB を使ってそれを表現することも可能です。初期型 EIS-1 と呼ばれるコックピットを持つ A340 は、その特徴であるブラウン管のディスプレイも用意されています。横から見た時の画面の凸面、低解像度でのピクセル化された地形マスク、表示の切り替えに時間がかかる様子など、現代の液晶ディスプレイ LCD とは違う視覚的なリアリティが追求されています。ただ残念な点として MCDU はブラウン管仕様にはなりません。調査したところ、このような仕様も実際にはあったようですが、純粋な古い EIS-1 コックピットを楽しみたい人向けにブラウン管仕様になんとかならなかったのかなと思います。もちろん現代の液晶ディスプレイ LCD 仕様である EIS-2 コックピットもあります。マイクロソフトフライトシミュレーター2024のデフォルトで見かける仕様なので、こちらの方が見やすい人もいるかもしれませんね。ひとまず自分好みに合わせて変更できます。EIS-1 限定オプションで PVI パラビジュアルインジケーターという視界不良時に滑走路への地上走行などを支援してくれる現代のヘッドアップディスプレイの先駆けのような装備も用意されています。飛行モデルでは前作 A350 との明確な差別化が図られています。簡単にこの機体の特徴を表すと、重い、反応が遅い、よりしっかりとした操縦が必要という感じです。
これは機敏すぎる機体だと批判された前作 A350 のフライバイワイヤーから脱却し、滑らかで全身的な応答を実現するため意図的に入れられた要素のようです。A350 の軽い、反応が速い、機敏に動くことを想定した操縦と全く別の操作が求められます。また A340 の最大の特徴である非力さが再現されています。最大離陸重量では上昇時に最大40分近くかかることもあり、かなり遅いです。他の機体がスイスイと上昇していくのを横目に、この機体はゆっくりただ確実に上昇するのを待つしかありません。ただ ATC はそんな機体性能なんか分かっちゃいないこともあるので、早く上昇しろ、早く上がれといった指示に苛立ちを感じるかもしれませんね。でもこれが良い要素でもあるんです。重厚な飛行感覚を感じられるため、こうした飛行感覚を好むユーザーにはおすすめの機体です。長距離を飛ばすために便利な SIM ブリーフ機能は、インポートの他にこの機体上でルートを作成することもできます。他にもナビグラフや SIM のデフォルトで用意されているチャートの表示、機体のクラッシュ時のバックアップや着陸時の練習に使えるオートセーブ機能、シムレートを2倍、4倍に上げて飛行時間を短くする機能、降下を開始する直前で SIM を一時停止させる機能、AI/ATC の Beyond ATC Say Intentions AI、グランドハンドリングを改善する GSX Pro との連携、地形レーダーと天候レーダーが使用可能など、前作 A350 で使えた機能はこの A340 でもほぼ全て使えます。しかしこの A340 は技術的ポテンシャルを大きく損なう2つの構造的な欠陥を抱えて市場に投入されました。私が最もがっかりした点がサウンドデザインです。特にエンジン音が最悪と言っても過言ではありません。A340 で使われているエンジンはエアバス A320 やボーイング737などの小型機に使われている CFM56 というものが使われています。エンジン音の特徴は本来 A340 の音に近いフェニックス A320 のエンジン全開音を聞いていただければわかるかと思います。では問題の A340 です。フェニックスを聞いた後でこの A340 のエンジン音を聞くと、もう少し金属音が欲しいなと思ってしまいます。そして巡航中に出る掃除機みたいな音を何とかしてほしいです。2つ目の大きな問題は流通戦略です。A340 は数ヶ月後にミニマネージャーで販売される予定になっていますが、ローンチ時にマイクロソフトフライトシミュレーター2024のマーケットプレイスでの独占販売を選択しました。これは今後発売される PS5 ユーザーを目論んでの判断でしょうが、マーケットプレイスだとアップデートが大幅に遅延する傾向があるので、何か修正があった場合はその対応がすごく遅れてしまうというリスクがあります。また2024専用となっている点も痛いです。今回の A340 の価格は9600円と豪華なブルーに入る機体です。総合的に見てビジュアル面は文句なしです。コアな A340 の特性を追求した飛行モデルという高い技術的ポテンシャルは秘めています。ただサウンド面がその良い面を潰すほど悪く、現時点での価格に見合っているとは言えません。なので重厚な運用特性に強い関心のある方を除き、
現時点での即時購入は残念ながら推奨しません。外部のサウンドアドオンがリリースされるまで待つことをお勧めします。イニビルズがこの欠陥に迅速に対応できるかどうかが A340 の最終的な市場価値を決定づける鍵となるかもしれません。皆さんはこの A340 を即買いしますか？それとも待ちますか？最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。